あんたの子供なんだからどうせ欠陥品なんでしょ？出産祝いなんてボロ雑巾で十分じゃない。出産祝いの真意を問う私を馬鹿にしたように見下す技師のなおさん。なおさんの言葉で私はカーッと一気に顔が熱くなるのを感じた。私が病気であることでなおさんに何か迷惑をかけましたか？私は怒りのままになおさんに言葉をぶつけたが、なおさんは悪びれる様子もなく、あっけらかんとしている。欠陥品の分際で私に口答えするの？あなたなんかを選ぶなんて、旦那もどうかしてるんじゃないかしら。確か公務員だっけ？頭は良くても女を見る目はないようね。夫と何の関係があるんですか？子供や夫の悪口を言うのはやめてください。なおさんが犯人だと察した私は思わず声を荒げる。自分が病気のせいで徹や我が子のことまで馬鹿にされ、悔しい気持ちでいっぱいになり、視界が滲む。そんな私の異変を察知してか、徹が私の背中をさすってくれた。本当のことじゃない。そう言われたくなかったら、私たちの前ではおとなしくしていることね。なおさんはそう言うと電話を切る。私はなおさんに対して猛烈な怒りがこみ上がってくる。今までどんなになおさんに無視されても兄のことを思い我慢してきたが、徹や生まれたばかりの愛しい我が子のことまで馬鹿にされ、黙っているわけにはいかない。私はなおさんへの反撃を決意し、興奮した気持ちを落ち着かせながら眠りについた。私の名前はななみ。今年で28歳。26歳の時にマッチングアプリで知り合った徹と結婚し、二人で暮らしている。そんな私は学生の頃に発病したクローン病という難病を患っている。徹はもちろん私の病気のことを理解してくれており、通院や入院の際はいつも付き添ってくれている。徹と交際する前までいつも私の通院の付き添いをしてくれていたのは8つ年の離れた兄の正樹だった。兄は心配性なところがあり、小さな頃からいつも病弱な私のことを気にかけてくれていた。そんな兄は数年前から仕事の転勤で奥さんのなおさんと県外で暮らしている。結婚の挨拶の時に初めて顔を合わせたなおさんは、容姿端麗で所作も落ち着いており、大学でミスコンの候補に選ばれたことがあるのだと、兄が鼻高々と自慢をしていた。両親も、兄がよくそんな綺麗な子を捕まえられたものだと心から喜んでいた。かくいう私もずっと姉が欲しかったため、自慢の技師ができたことをとても嬉しく感じていた。しかし、今では正直なところ、私はなおさんのことが少し苦手である。理由は、なおさんが私に対してだけ態度がきついから。兄夫婦が結婚することになったとき、両家揃っての食事会があり、私も参加した。なおさんはみんなの前では普通に振る舞っていたが、私と二人きりになると無視してきた。その時は、ただ聞こえなかったのかもしれないと自分を納得させたが、なおさんの私への無視はその時だけでは終わらず、同じようなことが何度も続いた。そんな態度を目の当たりにすれば、明らかに無視されていると嫌でも気づいてしまう。身内になったのだから、なおさんとも良好な関係を築きたいという気持ちはあったが、私には無視されるようなことをした覚えはなかったため、どうすることもできないままでいた。とはいえ、遠方に住んでいるなおさんとはそんなに会う機会も多くなく、ことを荒立てたくなかった私は、心の中にあるモヤモヤを何とか自分の中で消化し、気にしないことに努めた。私が徹と結婚してしばらく経った頃、私の妊娠が発覚する。ななみ、ありがとう、ありがとう。徹は私を抱きしめて、涙ぐみながら何度もありがとうとつぶやいた。私たち、親になるんだね。私がそう返事をすると、徹は心から嬉しそうに笑った。私は、まだ見た目には赤ちゃんがいるとは全くわからないお腹を優しく撫でながら、我が子を絶対に守ろうと心に誓う。そして、
その上からトールがそっと手を重ねる。とても幸せなひとときだった。念のため安定期に入るのを待ってから義両親や兄夫婦に妊娠を報告することにした。みんなとても喜んでくれて、中でも兄は電話で大号泣して何を言っているのかほとんどわからない状態だった。それからお腹の赤ちゃんはすくすくと何事もなく育ってくれ、無事に出産の日を迎える。出産後、トールから義両親や兄夫婦に無事に出産したことを報告してもらうと、みんな一堂に病院に集まってくれた。ただ、ナオさんだけは終始不機嫌そうな表情を浮かべていた。病院から退院し、我が子との生活が始まる。赤ちゃんのお世話は予想していた何倍も大変で、ただただ慌ただしい日々を送る毎日だった。そんな中、兄から電話がかかってくる。元気にしているか？初めての子育てはどう？体調は大丈夫か？開口一番、兄の質問の嵐にくすっと笑みがこぼれる。もう毎日があっという間よ。今日は声を出して笑っている動画が撮れたんだ。後でまた動画を送るね。おう、楽しみにしてるよ。私とトールはカメラが趣味ということもあり、よく我が子の動画を成長記録として録画している。それを自分たちで見返したり、兄や両親に送ったりしていた。ああ、そうだ。何日か前に出産祝いを送ったから。俺は仕事だったからナオに発送を頼んだんだ。今日くらいに届くと思っていたけど、まだ届いていないか？その日はまだそういった荷物は届いていなかった。私はありのままに答える。まだ届いてないみたい。じゃあ今日か明日には届くと思うから楽しみにしててくれ。俺が服とかおもちゃとか厳選して送ったからな。ほんと？ありがとう。大切に使わせてもらうね。それからたわいのない話をしている最中、ナオさんの兄を呼ぶ声がし、電話が切れた。兄の言葉を信じ、ずーっと一日荷物が届くのを待っていたが、なかなか来る気配がなく、届いたのはその日の夜になってからだった。その時にはすでにトールも仕事から帰宅しており、二人で段ボールを開けて中身を覗き込んだ。中身を確認して、私たちは揃って戸惑った声を発し、顔を見合わせる。これって雑巾だよな。そうね。お兄ちゃんは出産祝いって言ってたんだけど。中に入っていたのは使い古した雑巾一枚のみ。私たちが戸惑っていると、ちょうどナオさんから連絡が入る。ナオさんちょうどよかった。聞きたいことがあって。私がそう言うと、電話越しにナオさんのせせら笑いが聞こえてくる。ああ、出産祝いのこと？夜の方がいいと思って発送するときに時間指定しておいたの。もう届いたかしら？届いたんですけど、中身は雑巾1枚しか入っていなくて、何か訳を知っていますか？私が不思議に思いながら問うと、ナオさんはクスクスと馬鹿にしたように笑いながら話を進める。あらそう？私はまさきに頼まれて発送しただけで、中身は見ていないから何も知らないわ。そんな。何も知らないというナオさんは、どこか機嫌が良さそうだ。出産祝いが雑巾一枚ってことは、まさきはあなたたち家族のことをそれくらいにしか思ってないってことなんじゃない？ナオさんの愉快そうな声に、私は犯人がナオさんなのではという疑念が生まれていく。兄は絶対にこんな陰湿なことしませんよ。ナオさんこそ何か知っていますよね。兄のことは誰よりもよく知っている。正義感が強く、優しくて、他人のことを思いやれる人だ。絶対にこんなことをするはずがない。私にはそんな確証があった。すると、ナオさんは私の毅然とした態度が気に入らなかったのか、不満そうに声を上げる。何？私がボロ雑巾を入れたって言いたいの？ほんとあんたってつくづく可愛げがないわね。
そもそも病気持ちの欠陥品のくせに、私より先に妊娠するなんて生意気なのよ。欠陥品。その言葉に私は声を詰まらせる。私が病気であることで、なおさんに何か迷惑をかけただろうか。言葉を失う私に追い打ちをかけるように、なおさんは私に辛辣な言葉を浴びせる。あんたの子供なんだからどうせ欠陥品なんでしょ？出産祝いなんてボロ雑巾で十分じゃない。なおさんの言葉で私はカーッと一気に顔が熱くなるのを感じた。私が病気であることで、なおさんに何か迷惑をかけましたか？私は怒りのままになおさんに言葉をぶつけたが、なおさんは悪びれる様子もなく、あっけらかんとしている。欠陥品の分際で私に口答えするの？あなたなんかを選ぶなんて、旦那もどうかしてるんじゃないかしら。確か公務員だっけ？頭は良くても、女を見る目はないよね。夫と何の関係があるんですか？子供や夫の悪口を言うのはやめてください。なおさんが犯人だと察した私は、思わず声を荒げる。自分が病気のせいで、徹や我が子のことまで馬鹿にされ、悔しい気持ちでいっぱいになり、視界が滲む。そんな私の異変を察知してか、徹が私の背中をさすってくれた。本当のことじゃない。そう言われたくなかったら、私たちの前ではおとなしくしていることね。なおさんはそう言うと電話を切る。私はなおさんに対して猛烈な怒りがこみ上がってくる。今までどんなになおさんに無視されても、兄のことを思い我慢してきたが、徹や生まれたばかりの愛しい我が子のことまで馬鹿にされ、黙っているわけにはいかない。私はなおさんへの反撃を決意し、興奮した気持ちを落ち着かせながら眠りについた。次の日、私はあらかじめなおさんがその場にいないことを確認してから兄に電話をかける。ああ、ななみ、出産祝いは届いた？我ながらなかなかいいセンスだと思うんだよな。今度また動画送ってくれよ。兄の明るい声とは反対に私の気持ちは沈んでいた。産後で精神的にも不安定な部分があり、もしかしたら兄が雑巾を送ったのではないかとすら不安な気持ちに駆られてしまう。それがね、お兄ちゃん。届いた荷物を確認したんだけど、中身が雑巾1枚だったんだ。は？雑巾？私はドキドキしながら事の顛末を話した。すると、兄はひどく驚きながら否定する。そんなの送っていない。俺は子供服に離乳食に、0歳でも遊べるおもちゃを詰め込んだはずだ。兄のこの言葉に、送られてきた雑巾は兄の意思ではないと確認することができ、ひとまず私はほっと胸をなで下ろした。でも、なおも本当にナナミの出産を喜んでいたんだぞ。さすがにそんなことするとは思えない。しかし、私の話を聞いても、兄はさすがに半信半疑な様子だった。なおさんは、みんなの前ではフレンドリーに私と話をしていたため、さすがに信じられないのだろう。私も、ここまで表立って嫌がらせをされたことは初めてで、ひどく驚いている。とりあえず週末、なおさんに私が呼んでいるってことは内緒にして、実家に来てくれないかな。見せたいものがあるの。わかった。週末、私たちは先に実家に行き、我が子は父と一緒に別の部屋で待機してもらうことをお願いした。なんとなく、なおさんに我が子を見せたくなかったから。父さん、母さん帰ったよ。お父さん、お母さん、お久しぶりです。え？いつものように明るく私の両親に挨拶をしていたなおさんは、私の姿を見て一瞬顔をしかめる。しかし、すぐに笑顔に戻ると私の手を取り、にっこりと笑った。ななみちゃんも来てたの。あれ？赤ちゃんはどこかしら？放っておいて大丈夫なの？家でゆっくりしておいた方がいいんじゃない？なおさんはきっと私をこの場から追い出そうとしているのだろう。今は父が別の部屋で見てくれています。なおさんには会わせられません。なおさん、
どうして出産祝いに雑巾なんて送ってきたんですか？え？突然私から確信に迫った質問をされ、ナオさんは驚いて目を見開いた。そして、ナオさんは兄に視線を向けて、首を振りながら否定する。違う。そんなの私は知らないわ。本当にお祝いしようと思っていたのに、そんなこと言うなんてひどいわ。兄に寄りかかりながら、手で顔を覆い、わざとらしくおえつを漏らすナオさん。しかし、本当に涙が出ているのかは定かではない。本当に何も知らないんですよね。私は後に言い逃れができないよう、再度ナオさんに問いただした。そんなこともつゆ知らず、ナオさんはより一層大きな泣き声を上げる。知らないって言ってるじゃない。証拠もないのにナナミさん、どうしてそんなことを言うの？私はそんなナオさんを冷たく見つめる。兄はどうすればいいか分かっていない様子でおろおろとしている。唯一事情を知っている夫はこめかみに青筋を立てている。私は深呼吸をし、言葉を発する。じゃあ、これを見てもらってもいいですか？私はそう言い、自分のスマホを取り出して一本の動画を流し始めた。そこには兄から送られてきた未開封の出産祝いの段ボール箱が映し出されている。そして、まだボロ雑巾と発覚する前の幸せそうな私たちの声が流れてくる。これは、お兄ちゃん夫婦からもらった出産祝いを開けていきたいと思います。そんな私の明るい声とともに、段ボールの中からは、例のボロ雑巾が姿を現す。違うの、これは。これは間違いなく俺が準備した段ボールだ。なお、これはどういうことだ？兄がナオさんを激しく問い詰めると、彼女は一瞬焦りを見せたが、すぐに私を指さし声を荒げる。こんなのデタラメよ。こいつらが私をはめようとしているのよ。ひどいわ。デタラメを抜かすナオさんを私は黙って見つめる。そして続けて、ある音声の再生を始めた。音声が流れている間にも、ナオさんの顔がみるみる青くなってくる。額にも冷や汗が浮かんでいる。どうしてそんなものを？それは先日の電話の録音だ。私たちは念のため、ナオさんから連絡が来た時に録音を始めていた。みんなの前では普通でも、二人だけになった途端無視してきたり、前からナオさんの態度が気になっていました。そしてあの出産祝い。お兄ちゃんはそんなことするはずないから何かがおかしいと思ったんです。私がそう話を続けている間にも、ナオさんは悔しそうに唇を噛み締めている。ナオ、どうしてこんなことしたんだ？兄はナオさんに訳を尋ねる。そうすると、ナオさんは開き直ったように話を始めた。ずるいずるい。どうしてみんなこの女ばっかり。まさきだってお母さんたちだって病弱ってだけでこの女ばかり構うのよ。私の方が可愛いし頭もいいし、こんな欠陥品より優先されて当然でしょ？謝罪の意を見せるどころか、騒ぎ立てるナオさんに怒ったのは私だけではなかった。やめろ。こんなことして恥ずかしくないのか？兄の大声にビクッと肩を揺らすナオさん。そして兄は私たちの方を向き直り、深々と頭を下げる。ナナミ、本当にごめん。まさかナオがこんなことをするなんて。お兄ちゃんのせいじゃないわ。私はナオさんに向き直り、はっきりと告げる。我が子を馬鹿にされて怒らない親はいません。今後のことはお兄ちゃんに任せますが、私たちはあなたのことを許しません。私の厳しい言葉に、ナオさんは一瞬ビクッと体をこわばらせるが、すぐ私のことを睨みつけた。ナオ、俺は俺なりにナオを大切にしてきたつもりだ。家族に優先順位なんてないんだよ。みんな大切にしてきた。それが分かってもらえてなかったのは残念だよ。違うのよ、まさき。私は。ナオさんが言い終わる前に、兄は静かにつぶやく。ナオ、離婚しよう。そんな。
へなへなと座り込むなおさんを横目に、兄は私たちの方を向いた。ななみもとおるくんも本当に申し訳ない。兄は再度謝りながら、まだ興奮した様子のなおさんを連れて帰っていく。私は力が抜け、膝から崩れ落ちそうになるのをトールが支えてくれた。我が子のところまで行くと、我が子は先ほどまでの騒動が嘘のように平和な顔をして眠っている。私はその小さな顔に頬を寄せ、ほっと一息つく。そんな私を見た両親が声をかけてきた。気づいてあげられなくてごめんね。両親からは改めて謝罪の言葉を受けたが、私からは何も言っていなかった分、仕方のないことだと伝えた。その後、兄は無事にナオさんと離婚することができた。私たちのせいでもあったため、少し気にしていたが、もともと夫婦仲はうまくいっていなかったようで、いいきっかけになったと兄は寂しそうに笑いながら言っていた。結婚して、兄の収入で悠々自適な専業主婦の暮らしを送っていたナオさんの生活は一変。稼ぎがなく、一人では暮らしていけないナオさんは、田舎の実家に出戻り、肩身の狭い生活を送ることになったらしい。一方、私はトールと一人息子と一緒にのんびりと暮らしている。お、寝返りできた。ほんと？すごいすごい。我が子の成長を見守りながら、私は今後もこの生活を守っていこうと誓うのだった。